前来た時なかったんですよ。これなんと思う？生の親子丼の具。止まった？一泊二日で宮崎県を訪れました。1日目のスケジュールはこんな感じ。まずは高千穂峡に向かいます。こちらは第三大橋駐車場。高千穂峡まで30分ほど歩きますが、早朝は無料です。右だよ、右。ほら、こんにちは、トイロトラベルです。旅の楽しみ方は10人トイロ。このチャンネルでは実際に行って良かったと感じた絶景やグルメ、観光スポットをご紹介。次はここへ行ってみたいと思えるきっかけになれば嬉しいです。ぜひ最後までお楽しみください。ここPって書いてある。その隣かな。なんかね、あっちかも。高千穂峡を散策するなら、こちらの第二荒木駐車場がおすすめです。こっちがここだから、こう行って、喜八の力石通って七井の滝見て、この頃池。高千穂峡までの道のりは見どころがいっぱい。景色を楽しみながらゆっくり散策します。結構進んできたんだ。槍飛び橋。こう行くからどっち側？喜八の力石。喜八が力自慢で投げた推定200トンの巨石。きれい。昨日が雨じゃなかったらもっと澄んでたのかな。ひっそりと浮かぶおのころ島。なんだろう。国海にゆかりのある伝承地です。高千穂峡。高千穂峡といえば貸しボート。2週間前から予約可能ですが、あっという間に完売。キャンセルが出ないか毎日チェックしていたら、人気の早朝が予約できました。ここからの景色も素敵ですが、ボートに乗って滝を間近で見てみたいと思います。つら。残残念だね。ボートが目的ならこちらが便利。梅雨の時期とはいえ残念。紅葉の時期にリベンジします。気を取り直して次の目的地へ。
縁結びや夫婦円満のご利益がある高千穂号88社の総社。駐車場は無料です。約1900年の歴史を持つ由緒ある神社。この杉の木は夫婦杉と申しまして、根元が一つに結ばれて、大きいね。すごくない？もうほら、根元がさ、道からはみ出てる。こちらは樹齢約800年の秩父杉。神楽殿では毎日20時から高千穂の夜神楽が開催。以前訪れた際に鑑賞しましたが、神話の世界を間近に感じる迫力ある舞でした。高千穂ならではの伝統文化、ぜひ体感してみてください。宮崎といえばチーズまんじゅう。いろんなお店がありますが、お気に入りはこちらの菓子工房そらいろさん。どちらから来られましたか？長崎。北海道ないやと思ったらここにある。レッドを一つ。フィナンシェあるよ。フィナンシェ買う？じゃあフィナンシェ2つと。フィナンシェがね2種類あるんですよ。そっちのラックにすみません。棚の上にあるんですけど、細長いのが蜂蜜が入ったフィナンシェと、はい。ちっちゃい丸いやつが普通のフィナンシェ。小春ちゃん。へえ、どっちがいいかな。2つあります。ハウチ蜂蜜入りだって。言われたら蜂蜜入ってるかなっていうような。ああ、そうなんですね。ちょっとしっとりしてます。蜂蜜入りしてみる？お日様フィナンシェ。うん。あ、これここから持ってったがいいです。取ってきてもらって。はーい。じゃあお日様フィナンシェを2つと、小春ちゃん買っとく1個。ね。ね、レモンケーキも地味に気になるんだけど。なんか買っとく？ここですかね。レモンケーキご自宅用でしたらこっちにお手紙にもある。じゃあそうしていいですか？ちっちゃかったり、スティールがちょっと取れてたりするんです。味は変わらないので。じゃあこっちを。ありがとう。なんかすいませんね。いえ、とんでもない優です。しい。ありがとうございます。小春ちゃん。トトノセのチーズそばまんじゅう。めっちゃいろいろあるんですね。そばまんじゅう。ね。全部で12点ですね。いい？大丈夫？レモンチーズまんじゅうとかもあるよ。あ、レモンも。レモンも、すいません、レモンもいいですか？レモンチーズまんじゅうも2つ。はい。みんなそのままでよかったですか？はい、大丈夫です。大人買い。高千穂アマテラス鉄道に来ました。人気のグランドスーパーカートを予約します。9時40分発に乗れたらベストなんですが。はい。
ありがとうございます。140と1号車です。はい。手前の線路は車庫の方まで歩くことに。あ、はい。ありがとうございます。そんなのなかった？あ、おはようございます。スタンドバイミー。駅構内にあるこちらの資料館は必見です。これって乗車券があったら大人500円ってことですか？はい、そうです。あ、はーい。じゃあ2人。2名様。はい。2名様1000円になりますね。はい。このジオラマですね。藤波さんっていう方が1年半かけて一人で、これ普通の人なんですか？ですね。普通の人って何やろ？かなんかで。前来た時なかったんですよ。最近もう2年前。あ、そうなんですね。めちゃめちゃ可愛いこれ。してるところが高千穂になります。へえ。雪が。ああ、やっぱ積もるんですね。高千穂は雪降りますね。そのジオラマもちょっとこれ4分割されておりまして、手前の方から春、夏、秋、冬。あ、本当に秋。すごい。すごいね。スーパーカートが通るちょっとしたところに高千穂峡が見えます。高千穂峡。あ、本当だ。すごい。何気に22分になっちゃった。あ、飛行機飛んでる。こっちから乗れる。あー、すごい。帽子とかある。制服や制帽を着用して記念撮影できます。満喫。これ着て。写真撮影。そう。かわいいね。車掌さん、こういう景色見てるんだね。よーし。右よーし。あ、そうだ、下から見てみる？頭打たんごとね。めちゃめちゃすごかったね。ちょっとさ、これ時間制限あってよかったね。あそこ長居しちゃうよ。観光鉄道としてよみがえった高千穂アマテラス鉄道。はい、どうぞ。お願いします。はい、こんにちは。段差にご注意ください。はい乗り口段差ございます。はい。オープントップの車両に乗って高千穂鉄橋を渡る約30分の旅へ。はい、それでは行ってきまーす。行ってきます。はい、行ってきまーす。せやろうね。荒立神社は芸能の神様をお祭りしております。お時間がございましたらどうぞご参拝ください。あ、この下の道路は宮崎県と熊本県を結ぶ国道218号線です。はい、ここで一旦停車をして風の確認をいたします。今のところ鉄橋の上ほとんど風がないようですので大丈夫なようです。また高いところが苦手なお客様はしばらくの間我慢してください。それでは出発いたします。
今渡っている鉄橋がかつて東洋一社会と言われておりました高千代鉄橋です。川沿いにですね霧が立ってですね、高千代らしいそんな風景を目にすることが多々ございます。天気の日はですねこのように霧が立つということはございませんので、このような天気の日ならではの風景光景かと思います。この岩戸川の4キロほど上流の方には天野岩戸神社や天野安河原がございます。この105メートルという高さなんですが、これは日本では一番高い鉄道橋となります。ということでそろそろお時間となりました。皆さんご満足していただけましたでしょうか。お写真はたくさん撮られましたかね。大丈夫ですかね。高千穂ならではの特別な景色、ゆっくり楽しめました。お昼はこちらのカフェで宮崎牛ステーキバーガーをいただきます。高千穂天照鉄道から車で3分で到着。注文いいですか？宮崎牛ステーキチーズバーガーを見てください、このボリューム。分厚いステーキが4切れも乗った贅沢なハンバーガー。トリュフの良い香りがします。うまい。うん。そこがね、このバンズがうまい。肉々しくて満足度の高いハンバーガーでした。観光も大事ですが、グルメが当たりだと旅の満足度はぐっと上がります。どうも。続いて訪れたのは天野岩戸神社西本宮。ご神体の天野岩戸は日本神話で天照大神が身を隠したとされる洞窟です。こちらの西本宮では神職の案内で天野岩戸を拝観することができます。天野岩戸妖拝所はこちらの拝殿の裏にあります。雨のうつべのみことが手に持って踊ったとされる小鹿玉の木。もともと後ろにある西本宮の拝殿として使われておりましたが、建て替えの際にこちらに移設して保存しております。現在では年2回の例大祭の時に神楽を舞いましたり、天野安河原へ行く時間のない方はこちらからお参りいただけます。これより先トイレはありません。天野安河原へ向かいます。歩いて10分ほどです。天野安河原は八百万の神々が集まり相談をしたと伝わる神聖な場所。参拝者が願いを込めて積み上げた無数の石が並び、幻想的で厳かな空気に包まれています。
神話の世界を肌で感じられる神秘的な雰囲気が魅力のパワースポットでした。岩戸を力強く開いたとされる雨の田力尾の神。結構な山道に入りました。枝や石が散乱しているのでパンクしないよう避けながら走ります。あやあや。うわ。陥没しとるよ。崖崩れしている場所もあり、車から降りて石をどかします。出たかな、崖崩れ。うん。あ、これですか。どれですか。どれだ。あ、これか。あ。宮崎県美郷町に位置する若宮蔵次郎公園。標高733メートルの蔵次郎山山頂付近に広がる絶景スポットです。全部手作りだね。ここにあるオブジェや巨大ブランコは地元の方の手作り。よし、行くよ。行くか。捕まった。めっちゃ怖い。絶対子供危ないって。地元の情熱と技術が生んだ高さ10メートルの天空ブランコ。どうぞ。たくさんの方が楽しめるようルールを守って安全に利用したいものです。間違いなく人生最高のブランコ。山道を通ってでも来る価値のある場所でした。楽しい体験をありがとうございました。うん、宮崎餃子。実は宮崎は餃子の町。持ち帰り餃子の文化が根付き、購入頻度は6年連続日本一。1971年創業の人気店で本場の宮崎餃子をいただきます。いないけど。メニューはこんな感じ。じゃことちゃんま。お疲れ。お疲れ様。普通の餃子、こちらピリ辛、大餃子、食べた方が良かったな、最初は。優しい味で何個でもパクパク食べれます。特に気に入ったのがこちら。プリプリ。ピリ辛。
かわいいねこの。餃子。まあ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。気をつけて。駐車場に車を止め、ホテルへ向かいます。アートホテル宮崎スカイタワー、ここですね。今回もホテルはアゴダで予約。お得に宿泊できました。お部屋はスタンダードクイーンルーム。寝るだけなので十分な広さです。駐車場は近くのコインパーキングを利用。翌朝8時までなら300円で駐車できます。早速、宮崎グルメを食べに行きます。三名してからじゃないよ。イースター島から。ユースター島から。ラッキのレア、柚子胡椒、たたき、鶏刺し、一番搾りとコーラ。送信する。送信するよ。イエイ。おー、いい感じじゃん。乾杯。あったかいうちがいい。ねえ、やった。楽しみにしてた鶏刺し。めっちゃ弾力。鶏刺し。私も鶏刺し醤油で食べよう。うまい。弾力すごいね。そのまま食べよう。結構レア焼きって言ったけどレアだね。うまい。一旦こんぐらいにしとく。で、あんま混ぜん方がいいかな。ね、こんくらいでやめとこっか。食べるよ。こういうことやろ。そういうこと。うまい。これなんと思う？違う、生の親子丼の具。玉ねぎと一緒に食べよう。うまい。うまい。これが本当のおいたまよ。一周グリッと。じゃあ。どっち派ですか？混ぜる派か直入れ派か。なんかめっちゃ美味しかったんよ。混ぜて混ぜて混ぜて
ていいですか？うまっ。美味しかった。美味しかったね。夜の街。夜の街。これなんかいい感じにね、ネオンでね。あ、そうだね。うまいっしょ。けどまだ6時半みたいな。あ、やばい、早く早すぎる。30分乗したみたいな。それぐらいちょっと終わりを手前でやってます。入ってない。だって入る。でしょ？これ絶対太るやつや。それぐらいうまいっしょ。大満足の一日でした。最後までご視聴ありがとうございます。2日目の動画もぜひご覧ください。